皆さんこんにちは。こんにちは。この動画は自転車の走行抵抗について解説と考察をしていく動画の一つ、チェーンドライブ駆動効率編です。これで最後かしら。一応そういうことになるかな。後で加速抵抗編もやるかもだけど、今までのパターンだとチェーンから発生する抵抗の理論を紹介して可能なら実測とかもするんだけど、チェーンに関してはちょっと困っています。というのも、一般的にチェーンの効率はそれほど重要視されてなくて、普通の技術書には効率や損失に関する記述がほとんどないんです。なければ自分で測ればいいってところなんですが、手持ちの機材ではちょっと良い方法が思いつきません。アーシもこれまでチェーンの効率に関してほとんど調べたことなかったので、これを機会に勉強しました。文献が廃盤で手に入らないから、わざわざ大学の図書館まで行ったんですよ。なので、今回は付け焼き場的になっちゃうかもしれませんが、勉強した内容の共有的な感じでやらせてもらいます。さて、よく知らないと言いつつ、今までのグラフに駆動効率の部分を記載しているんですよね。一番下の部分ね。ちょっと拡大してみましょう。これは一般的にチェーンの駆動効率が96から 98% と言われているので、間を取って総出力の 3% を損失とし、さらにディレイラーの抵抗として 2W を固定で載せているだけです。まあ程度としてはこのレベルなのは間違いないと思います。いくつか公開されている実測データとも大きな乖離はありません。例えばセラミックスピードさんが公開しているレポート、この画面に表紙を映しているやつですが、このレポート内でも効率は96から 97% 程度になっています。また、ちょっと古いですが自転車産業振興協会の電動効率測定システムの開発というレポート内では効率が最大 97% 程度になっていました。理想的な潤滑条件でテンショナーとかもなければ 99% とかいくらしいですが、まあ一般的な潤滑条件として進めましょう。今2つのレポートを紹介しましたが、この2つを見ればおそらく皆さんが知りたいことの8割くらいは知れると思います。どちらもネットで無料で閲覧できますので、概要欄にリンクを貼っておきます。実測でどの程度の損失が発生しているのか、どういった組み合わせの時効率が良いのか、たすき掛けがどの程度影響しているのか、フーリーを変更した時どうなのかなど、一通り網羅しています。どちらもレポート作った人は技術者以前にかなりのオタクだなぁと思いました。失礼な言い方をするな。なので、各自リンク先を閲覧してもろて、この動画は終わりってわけにもいかないので、ちょっと理屈方面でなぜそうなるのかってのをなるべく簡単にお話ししてみようかと思います。どちらのレポート内でも、なるべく大きなスプロケットを使った方が効率が良いと実測ベースで述べられています。自転車業界ではフロント側をチェーンリング、リア側をスプロケットと呼ぶことが多いけど、この動画内でスプロケットといった場合はより一般的な、前後区別しないでチェーン用の歯車の意味で使いますんでよろしくお願いします。大きいスプロケットの方が良い理由は、よく一般の雑誌とかでは、大きい方がチェーンの曲がりが少ないからだと説明されています。これは本当でしょうか？電動効率測定システムの開発の後半では別文献の理論モデルの紹介もしており、これを読み解けば大体わかりますが、結構難解ですし、孫引きになってしまいます。引用元のローラチェーンって本を確認してきたので、アーシなりに噛み砕いて説明しますね。これを確認するためにわざわざ大学まで行ったのね。こんな真面目な YouTuber なかなかいないですよ。みんな登録してください。まず、スプロケットにチェーンが噛み合うとき、または離脱するときの曲げ角、これを以後、屈曲角と呼ぶけど、この曲げが発生するときの摩擦が、主な抵抗の発生源のようです。屈曲角はここの角度のことを言っています。波数に反比例してて、具体的には360度を波数で割るだけです。こっちの角度じゃないから注意です。こっちは普通抱き角とか巻きつけ角とか言いますね。一度チェーンと刃が噛み合ってしまえば、チェーンはそのままの角度で離脱ポイントまで運ばれるだけですから、
が規格派基本的に抵抗とは関係ないはずです。他にはチェーンとスプロケの衝突による損失、振動による損失があるようですが、今回無視します。じゃあよくある説明が正しいのか、少し段階的に考えてみましょう。とりあえずスプロケット単体の損失はどうなるでしょうか。仮に 60T と 30T のスプロケットがあるとして比較してみましょう。波数があんまりあるじゃないのは計算を簡単にする都合なので気にしないでね。屈曲角波波数に反比例するので 30T は 60T の2倍の屈曲角になります。一方でクランクを1回転させた時の屈曲回数は 30T は 60T の半分になります。波数60なら1回転で60回曲がる、波数30なら30回曲がる、当たり前ですね。屈曲角が半分になっても屈曲回数が倍になったらトータルで曲がった角度は同じなので、今のところこの2つに優越はなさそうに見えます。そこで忘れちゃダメなのがチェーンにかかっている力、チェーン張力です。今は結局摩擦抵抗の話をしていて、摩擦は力に比例するからチェーンによる損失はチェーン張力に比例するんです。今考えているのがフロントのチェーンリングだとすると、同じ人が同じ出力、同じ回転数で漕いでいるならチェーンリングの波数が半分になれば直径が半分になって倍のチェーン張力が必要になります。単純にテコの原理的に考えてもらえばいいです。チェーンによるロスはだいたいこの3つを掛け合わせたものに比例します。なので波数が半分のスプロケットは屈曲角が倍、屈曲回数が半分、チェーン張力が倍でトータル2倍くらいのロスが発生すると理論上予測できるわけです。実は文献内の理論では屈曲角とロスは単純な比例関係ではなく、圧力角やチェーン構造の考慮などによって結構複雑な式になっていたのですが、それらしいパラメータを設定して計算してみたところ、ロスと屈曲角はほとんど直線関係になったので、よほど厳密に取り扱いたい時以外はロスは屈曲角に比例と考えていいんじゃないかなって思いました。また、波数と損失の関係をグラフにするとこんな感じになります。グラフの作成には一応厳密な方の式を使っています。感覚的には 15T あたりから損失の増大が目立ってあんまり使いたくない感じがしますね。了解によるのですが、極端に小さい波数の使用が推奨されないのはこれも一要因かと思います。波数が小さいと負荷が1波に集中して強度や耐久性が落ちたり、形状が震源から離れて振動が発生したりする理由の方が大きいとは思いますけどね。自転車業界では長らく 11T が加減になっていたと思います。最近では 9T まで許容しているようですね。まあ抵抗が大きくなると言っても全体出力から見れば 1% とか 2% の話なので、必要なギア比が得られるメリットの方が大きいという判断かと思います。さて、今お話ししたのではスプロケ1枚のそれも噛み合い部分のみです。これだけじゃ前に進めないのでペアになるリアのスプロケットの方にも考え方を拡張してみましょう。さっきの 60T と 30T をフロントとしてギア比が2になるようにリアの波数を設定しましょう。フロントの半分の波数にしただけね。この時リアはフロントと同じチェーンでつながってますので、屈曲回数とチェーン張力はフロントと同じ数値になります。屈曲角だけ波数に応じた数値に変化します。フロントの半分の波数だからフロントの倍の屈曲角ですね。で、フロントとリアを足し算して合計の抵抗を出すと、大きいスプロケを使った方が小さいスプロケを使った方の抵抗の半分になります。結局スプロケ1枚の時と同じ比率です。この条件ではチェーンの針側の2箇所の抵抗を計算したことになります。ディレイラーがない場合、緩み側、つまりチェーンの下側の張力はほぼゼロなので、抵抗もほとんど発生しないはずです。だから、シングルスピードの自転車なら、ここまでの考え方で大体 OK かと思います。つまりシングルスピードの場合、必要なギア比を確保した上で、なるべく大きいスプロケットを選択した方がほんのり効率がよろしいってことです。あんまシングルスピードに興味がないので、実際乗っている人がどういう風に選んでいるのかは知らないです。
相変わらずのエアプ。次はディレイラーの抵抗に拡張していきたいんだけど、その前にケイデンスを変えた時の挙動を確認しておきましょう。これまではケイデンスと出力が一定の条件でした。必然的にトルクも一定です。ここで仮に分かりやすくケイデンスを半分、トルクを倍にしたとします。出力はトルク×回転数なので条件変更前と一緒です。この場合チェーン張力が2倍になって屈曲回数が半分です。損でトータル同じですね。この条件なら出力か波数を変えない限り全部同じ結果になります。では続いてディレイラーの抵抗を追加していきましょう。ディレイラーがある場合、チェーン下側の張力は上側の張力とは関係なくテンショナーによる低めの張力になります。仮にロート入れておきましょうか。実際はテンショナーの角度によって変わってくるはずですが、それを考慮しようとするとわけわからなくなるのでやりません。下側にはプーリーが2つありますが、多くの場合 11T です。ちょっと半端になっちゃうのですが、60T との対比で屈曲角 5.45 倍としておきましょう。屈曲回数はとりあえず噛み合い1箇所を考えるなら他のスプロケットと共通です。噛み合いと離脱箇所は計4箇所あります。これらを掛け合わせたものがディレイラーによる抵抗ですが、ローの数値が不明なのでよくわかりませんね。ここで注目しなきゃいけないのは屈曲角も張力も左右で共通で、屈曲回数のみ異なることです。だからディレイラーに関してはフロント 30T の方が 60T の方の半分の抵抗で済むわけです。これまで一貫して有利だった大きいスプロケットですが、ここに来て不利に働くわけです。ディレイラーの抵抗だけ見ればフロント波数に比例して増えていくことになります。まさかの逆転来るか。まさかと思いますが、屈曲角がすごく大きいゆえに数があるのでワンチャンあるかもしれません。ちょっと具体的な数値を入れてグラフを作ってみましょう。横軸が出力、縦軸が抵抗です。ケイデンスは100固定にしています。ディレイラーにかかっているテンションは15ニュートンとしておきました。もう謎のギア比にする必要もないと思うので、リアルなギア比として左は53の23、右は39の17にしました。どちらも減速比は約 2.3 です。あと、さっきさりげなく前後スプロケットの下側の抵抗を無視してたんだけど、このグラフ内ではちゃんと計算に入れています。青い部分がディレイラーによる抵抗ですが、ケイデンス一定の条件なら変化しませんので、こんな感じに横一直線です。赤い部分が前後スプロケットの抵抗で、チェーン張力に比例ですが、ケイデンス一定ならチェーン張力と出力が比例関係なので、こんな感じに直線で上昇していきます。では、グラフを重ねてみましょう。ふむ。それほど面白い結果にはなりませんでしたね。小さいチェーンリングの方がディレイラーの抵抗が少ないので、ごく低出力域なら若干抵抗が小さいです。60W くらいで逆転されて、あとは大きいチェーンリングの方が成績が良いです。まあ、この減速比で 100rpm だと時速 30km くらいになるので、基本的に 100W 以上になります。だから普通に大きいチェーンリングの方が良さそうですね。実際はここら辺のバランスは機材によってかなり違うはずです。例えばグラベル系コンポならディレイラーのテンションがかなり高いと思いますし、高級コンポ以外はプーリーのベアリングがブッシュなのでコンマ数ワットくらい追加で乗ってくるはずです。それを抜きにしてもディレイラーの抵抗は各種実測データと比較してやや過小評価に見えます。ベアリングについては過去動画を見てください。だから低出力域なら小さいチェーンリングの方が有利になるパターンは結構ある予感がします。予感ね。ちなみにビッグプーリーはこのディレイラー部分の抵抗の低減を図るものです。プーリーの場合波数を変えても張力も屈曲回数も固定ですから、単純に波数に反比例して抵抗が減る理屈になります。例えば 11T のプーリーを 15T に変えれば 30% ほどの削減が期待できます。またテンションも低めになっていると聞きます。持ってないから知らんけど。
ディレイラーの抵抗は低出力域ほど影響が大きいので、イメージに反してゆっくり走っている時の方が恩恵が大きいことになりますね。なんなら手回しの時が一番影響大きいはずです。さて、この抵抗のグラフですが、効率表示にするとこんな感じになります。ディレイラーの固定部分が効く低出力域では効率が低く、出力が上がると97から 98% くらいで落ち着くって感じですね。これは各媒体で見れる実測ベースのデータと傾向が一致するので、理論がおおよそ正しいだろうと考えられるわけです。さっき言った通り、ディレイラーの抵抗の見積もりが小さそうだなとかはありますが、大外れってことはないと思います。さてさて、次にチェーンオフセット、つまりたすき掛けの影響を考えてみましょう。これはほぼ自転車限定の話ということもあって、ある程度の精度が期待できる理論が見つけられなかったので、セラミックスピードさんのデータから推定させてもらいました。ありがたいことにこのレポートの末尾には生に近いデータを載せてくれているんです。これは好きに分析しろってことだと思います。敬意を持って分析しろ。というわけで勝手に分析したんですが、チェーンラインのズレの角度、オフセットアングルと抵抗の増加分がほぼ比例することが分かりました。このグラフはチェーンラインがまっすぐの場合に対してズレがある場合の損失の増加量を表したものです。例えば 53T、ローサイドと書かれている線はフロント 53T でロー方向、つまりリアが大きくなる方、ギアが軽くなる方向に変速していった時のオフセットによる抵抗増大を表しています。インナーとアウターの差とかズレの方向とあんま関係ないみたいですね。おそらく抵抗増大はオフセットアングルと屈曲回数とチェーン張力に比例していると思うのですが、出力一定なら屈曲回数とチェーン張力が打ち消し合うのでオフセットアングルだけに比例して見えるのでしょう。出力が増えればチェーン張力か屈曲回数が増えるので抵抗も増えると思われます。とにかくこのデータでは1段オフセットするごとに 0.25W ほど抵抗が増えるようです。オフセットなしの抵抗が 7W 前後なので1段オフセットごとに余分に 3.5% 抵抗が増えると考えてもいいと思います。これをどう活かせばと言われると難しいですが、例えばチェーンリングの波数を54から50にして常用域のオフセットを1段減らそうとしたとします。その場合、基本の抵抗が54分の50で 8% 弱増え、オフセットによる抵抗が 3.5% くらい減る計算になります。大雑把な計算ですが、明らかに増加分の方が大きいのであまり良い選択ではなさそうです。逆にオフセットが1段くらい増えてもチェーンリングを大きくすると効率上の恩恵がありそうです。ごちゃごちゃ言ってないで、普通に必要なレンジから選べ。それはそうですね。優先順位を見失っちゃいけませんね。あと、一定以上オフセットが増えると急激に抵抗が増えるとの記述をネットや本でたまに見かけますが、少なくともこのデータにはそういった傾向はなさそうです。強いて言えば、オフセット1段目の抵抗増大は小さく見えます。ここら辺は設計によりそうなので、もしかしたら近年の改良の成果かもしれませんが、よくわかりません。と、まあごちゃごちゃ言いましたが、結局この下の方にへばりついている数パーセントが、さらにその数パーセント増えるとか減るとかその程度の話です。極限を求める人か、よっぽどのオタクくん以外は気にしないでいいと思います。最近一番乗ってるグラベルロードは小さいチェーンリングにテンション高いディレイラーで、フロントシングルでオフセット角も大きいので、ロードバイク比で 1.5 倍くらいロスしていると予想できますが、楽しいから別にいいんです。あ、気にしないでいいと言っても、メンテナンスはしてくださいね。動画見てる暇があったらチェーン清掃しよ。ではまとめです。スプロケット単体の抵抗は、その波数に反比例するようでした。この傾向はスプロケットを前後に2つ組み合わせても同じでしたので、大きなチェーンリングを使うほど抵抗が抑えられそうでした。一方で、ディレイラーの抵抗はチェーンリングが大きいほど大きくなるようでした。また、
このディレイラーによる抵抗は出力と無関係なので、低出力時ほど影響度が大きいようでした。チェーンオフセットによる抵抗はチェーンリングのサイズとは無関係で、オフセットアングルに比例するようでした。この抵抗はそれなりの大きさではありましたが、チェーンリングのサイズの影響に比べれば小さいものでした。何にせよ駆動系の抵抗は全体の数%程度ですので、過度に考えすぎない方が良さそうでした。というわけで、これで走行抵抗コンプリートです。他の抵抗の動画を見てない人はマイリストなどからぜひ見てみてくださいね。今回の動画はこれで終わりですが、面白いと思ってくれた人は高評価やコメントで感想を教えてくださいね。あとネタのストックもだいぶ減ってきたので、いい感じのリクエストとかご提案あると助かります。 X のフォローもよろしくね。それじゃまたね。バイバイ。バイバイ。